どうやればいいんだ。風強っ。目に砂入った。はい、皆さんこんにちは。車の大地店カカカシノピーです。今回はね、アルファードの内装お掃除第3弾になるのかな。レザーシートちょっとやろうと思ってたんだけど、レザーシートクリーナーがちょっと届かないので、先にねピラーの方をちょっと洗っていきたいなと思います。室内のね、ドアとドアの間にあるやつ、後でね実際に外すのでどういったものかちょっとわかると思うんだけど、そのピラーがねもうはちゃめちゃに汚い。本当にこの車内の中で一番汚い。やっぱね、モケット素材っていうのもあって、やっぱそのヤニなのかな、それを吸っちゃってんだろうね。とにかくねほんと汚いので、今回はねそのピラーを全部外して丸洗いしたいと思います。はい、そしたらまずね A ピラーを外します。このカバーの中にボルトがあるので最初に取ります。はい、こんな感じで外すことができました。わー汚いね。この辺とか掃除してないんだろう。続いてこれをバゴンと外しにかかります。はい、ここまで外れたら次この下のところ、このパネルを外します。とてつもなくね分かりにくいんだけど、こうちょっと引き上げて、この隙間わかる？ここに内張り剥がしをパコンと入れていくと、こういった感じで外すことができると。汚いね。外せたらあとこれを引っこ抜くだけ。こういった感じ。はい、 A ピラー外せました。そしたら続いて B ピラー、1列目と2列目の間、こちら外します。そしたら続いてウェザーストリップをちょっと外します。で、下側、こっちのパネルをパコンと外します。はい、外せました。そしたら上側を外すと。はい、そしたらねピラーの上がこんな感じで取れたんですが、このシートベルトが邪魔して外れないので、シートベルトの方をちょっと外します。そしたら B ピラーのね一番下のところ、ここにカバーがあるので上に上げます。そうするとこういった感じで 14mm かなのボルトがあるので、これを外します。で B ピラーはねこういった感じでシートベルトを外さないと外せなかったりするので、無理にやる必要はないと僕は思います。今回はね汚れがひどいので念のためやっておくみたいな形で、はい、外れました。そうしたらピラーが取れるので、こっち側に移動してこういった感じで外しちゃいます。これで B ピラー取れました。はい、そしたら続いて C ピラー、このピラーを外します。外れました。そしたらもう一回上に戻ります。はい、上に戻って下をちょっと浮かせながら、これを下に引っこ抜く。ここのねあれがここに上に引っかかってるだけなので、下に引っ張るだけです。 C ピラーも取ることができます。はい、そしたら続いて D ピラー、前から順番に ABCD って数えてるんだけど、多分 D ピラー、ここをね外します。 OK、 外れました。そしたらリアハッチ開けて、このウェザーストリップをちょっと引っ張って隙間を作ります。隙間ができたらピラーを引っ張る。でこれね本当自己責任、失礼な言い方しちゃうと自己責任ね。ピラー外すのにやっぱ爪が折れたり、なかなかねその完璧に外すっていうのはね、やったことある人ならわかると思う。ほぼほぼの確率で爪が折れたりするので、その辺は自己責任でやってください。そしたら下側黒い部分も外れます。外れたらちょっと叩いて分岐させる。であとは上に引っかかってるので下に引っ張る。こういった感じ。そうするとこういった感じで外れます。でプラスチックとプラスチック同士だから傷つく可能性があります。この辺はね養生とかをして、しっかりね傷つかないようにするのが一番いいと僕は思います。そしたらもう全部外れたので洗浄の方に移ります。はい、とりあえずこんな感じで、ABCD の左右だね。12345678910個だね。B が下も一緒に取っちゃったので10個あります。
で見てわかる通りですよ。この辺とかもう黄ばみっていうか、ヤニなのかわかんないんだけど、すごい汚れているので、これを落としていきます。で今回丸洗いしたいので、この電装品ね、電気、この間接照明みたいのがついているので、これをまず全部外します。はい、そしたら一応ね、こちら LED とか全て外して、丸洗いできるような状態になっています。で今2個しか持ってきてないんだけど、この2個をね今からちょっときれいにすると。で何できれいにするか、ちょっとね漂白剤、ワイドハイターも考えたんだけど、もっと安くできないかと。前々回の動画のコメント欄でダイソーのねこれセスキ、これですごいヤニ汚れが落ちますよというコメントがあったので、こちら購入してきました。で購入したのが粉末タイプと液体タイプで、液体タイプはスプレーに入れてシュッシュかけながら使うと。でそれでも落ちないようだったら粉末タイプを使おうかななんて思ってます。一応ね両方やってみて、スプレーでも落ちるのか、落ちるんだったら多分スプレーの方が楽けど、スプレーはねこの汚れのねムラ、綺麗なとこと汚いところのムラが出る可能性があるので、そうなったら粉末タイプでつけ置きしようかなと思っています。じゃあちょっと詰め替えていって、よいしょよいしょ。でこれね購入した時にね、このスプレーボトル付きのやつが見当たんなくて、でこの説明を見てたら専用の容器に詰め替えてくださいって書いてあるんだよね。購入した時にはねその専用の容器っていうのはちょっと見てなかったんだけど、適当に買っちゃいました。で今後買う人はね専用の容器あるみたいなので、そっちを購入してください。で使い方なんだけど、使用できないもの、まず水洗いできないものには使用しないでください。あとアルミとかニス塗りの家具とかそういうのには使用できないみたいで、襟袖って書いてあって、これ自体がこれ植毛塗装みたいな感じになっているので、使えるだろうと。で不安な方は目立たないところで一回ね使ってみて、使えるかどうか確認してください。でスプレーに入れたものを直接拭いて、洗い流すか、その布とかでね拭き落とす、ほんとそれだけ。すごい単純なので実際にちょっと使ってみたいと思います。これとか汚れひどいね。この辺すごいシミが多い。一番ね大きな注意点は、車の塗装には使えませんと。そこだけは覚えておいてください。そしたらここにスプレーをして、一応歯ブラシ柔らかいやつ用意しておきました。これで落ちるかちょっとやってみます。ここねシミがすごいとこ、すごいヤニが落ちてる匂いがする。すごい見える、これヤニが下の方にすごい溜まってる。でちょっと気になるところはこすってこっか。こういった感じ。落ちてる落ちてる落ちてる。ちょっと待って、水流します。すげえ綺麗。ちょっと見えにくいね。ほらわかる、すごい綺麗になったの。もうこれ十分じゃん。つけ置きする必要ないかも。でこのモケットだからあんま硬いね、そのブラシっていうのが使えない。硬いのでやると多分ねこのモケットが剥げちゃうかもしれないんだよね。だいぶ綺麗になった、マジで。こっちの方とかもちょっとやっとこっか。汚ね。ここ分かる、分かりづらいね、この影が。とりあえずちょっと磨いてきます。あとね手袋忘れないようにしてください。だいぶ綺麗になったな。けど落ちきってないような気もする。続いてこちらすごい汚れてるので、これの汚れが落ちるのかちょっとやってきます。この辺とかシミになってるから分かりやすいかもしれない。いきます。で軽くこすります。こことかやば、落ちんのこれ。特にモケットがこの植毛塗装の毛が落ちているっていう感じはしないです。だいぶ取れたね。けどまだだね。すごい。すごい。だいぶ綺麗になってる。そしたらねスプレーである程度落ちるっていうことが分かったので、次ねつけ置きして、どの程度落ちるのかちょっとやっていきたいと思います。で粉末タイプの積炭酸ソーダ、これを4分の1入れます。これはね裏面に30リッターに対して 30g って書いてあるので、ざっと4分の1入れちゃいます。 OK、混ぜ終わったら
まずこれ入れよう。であとこのシミがすごいやつ、これがどうなるのか。でさっき洗ったやつも一緒に入れていきます。ででかいの入んないか、これ入んないな。これはスプレーでちょっとやろう。 OK、 これでまあ5分程度ちょっと放置します。はい、今はねつけ置き中なんですが、ちょっと軽く歯ブラシとかで磨いてみます。ここね、汚れてるとこ、落ちたけどまだか。これ落ちきんないかも。ちょっと直でいってみよう。ちょっと大きい方。薄くなってるけど、完全には落ちてないね。軽微な汚れ、こういうのは落ちるね。とりあえず取り出して流してみます。ここはねもうしっかり流してください。けど最初より全然良くなってるけどな。そしたらちょっと乾かして、まだ洗ってないやつと比較をちょっとしてみます。はい、そしたら室内にやってきました。で今もう乾かしたんだけど、思っていたより落ちてた。実際洗ってる時はそんな落ちてないのかなっていう気がしてたんだけど、思ってたより落ちてました。そしたらね、ビフォーアフターみたいな形で、これ洗浄前で、これが洗浄後。わかるかな。こっちが洗浄前、洗浄後、全然色違くない？側面とかこういうシミね、これも一応落とすことができました。綺麗になってる。また他のやつね、これが洗浄前、汚いね。でこっちが洗浄後。どう？結構ね納得いくレベルまで綺麗になっています。全然違うね。特にこの辺、こっち側も同じように汚れてたんですが、だいぶ汚れは取れたと思います。あとこれもね、でかいやつ、こんな感じ。汚いんだけど綺麗になった。ここもちょっと落ちてないね。けど十分でしょう。そしたらね、洗ってないやつもとりあえず全部洗っちゃって、取り付けの方を行っていきたいと思います。はい、そしたらね、最後にちょっとね汚れが落ちているのかちょっとね実際分かりにくかったと思うので、ちょっとビニールを引いて汚れた汁みたいなのが出てくるのか、ヤニ汚れが出てくるのか、そこだけちょっと確認しておきます。これね、セスキの液体タイプいきます。風が強いな。ほらわかる？ほら今一応全体的にかけて、黄色い水が出てきてます。ほんとかけるだけで落ちてくれるので結構便利だと思います。ちょっとね最後に、柔軟剤洗剤を使って、香り付けではないんだけど、この間のフロアマットのコメントでも柔軟剤つけるとちょっと匂いもいいしふわっとした感じになりますよっていうのがあったので、これもねちょっと最後柔軟剤入り洗剤でちょっと洗って乾かしておしまいにしたいと思います。だいぶ綺麗になったね、本当に。B ピラーなんか特に。じゃあ全部洗ったら取り付け作業に移りたいと思います。はい、そしたら乾いたのであとは戻していくだけです。はい、取り付ける時の注意点なんだけど、元あったように戻すのはもちろんのこと、今回みたいにシートベルトを外した場合、確か 3.3 キロだったと思うんだけど、規定トルクがあるので、トルクレンチをね使って、しっかり規定トルクをかけて締め付けの方を行ってください。トルクレンチがない方はまず外さないが大前提かな。はい、そしたら取り付けまで終わりました。で代表としてこの B ピラー今映してるんだけど、これねスライド側のここなんて言うんだろう、窓のね枠のとこ、こっちのモケットやるのね完全に忘れてました。ちょうどいいんだけど、この比較になるからね、この洗う前はこっち側 B ピラーも同じようにこういうシミみたいのがあって、全体的に茶色いね。こっち側はうっすら茶色いっていうけど、洗った方はすごいもうすっきり綺麗なベージュ色が出ています。ここまで綺麗になれば OK でしょう。はい、といった感じで動画の方以上になります。で今回はねピラーの方を外して丸々洗ってみました。で結果的にはすごい綺麗になった。すごい綺麗になったんだけど、このねセスキ、
これねヤニ汚れすごい落とすんだけど、それ以外の汚れは若干落ちきらない部分もあったかなと。けどもうヤニにはねすごい強い。もうかけた瞬間もう匂いもね、ヤニが落ちてるわっていう匂いしてたし、実際に液体も茶色くなって汚れが落ちてるっていうことも実感できました。個人的には泡立たないからちょっとね洗ってる感っていうのはね、落ちてるんだけど洗ってる感っていう個人的なモチベーションになっちゃうんだけど、その辺は感じられなかったかなと。でも100円でねここまで綺麗になるんだったら十分だと思います。でピラーなんだけど、喫煙者じゃない限りあそこまで汚れてないと思うので、定期的に拭き掃除で十分だと思います。でピラーをね全部外さないとちょっと汚れがすごいなっていう方は、今回みたいにねシートベルトの固定部はしっかり最後トルクレンチを使って締める、その辺は忘れずに、ピラー外した時のメリットっていうのはやっぱね隅々まで洗える、その他で言うと外したついでにデッドニングができるとか、そういうメリットがあります。けど逆にね一回外すとちょっとチリが合わないとか合いづらいっていうのも正直出てきたり、あと爪が折れるっていうリスクもあるので、そこら辺はどっちがいいのか、車の汚れ具合を見て判断してもらえればいいかなと思います。で今回ねピラーだったんだけど、次、そろそろレザーシートいこうかなと思っています。でこのね10アルファードの内装掃除まだまだ続くので、ぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。